皆さんどうも、こんにちは。ブルートンです。今日は、ハロープロジェクトが誇る、人気グループ、ジュースジュースの秋ツアーに参戦してきたので、セットリストと、感想を、言っていこうかなと思います。まあね、今回の内容だとツアーのネタバレも含むので、これからね、参戦予定がある方は、ちょっと注意してください。自分はね、9月23日の、初日の公演に参戦したんだけど、いやもう感想としてはね、マジで良かった。もう毎回言ってるけど、本当にね、こう毎回こう最高を更新してくるような、そんなね、こうライブがこう続いてるなという印象ですね。なんかね、こう夏ツアーのね、ジュースジュースのライブから、そこまでね、期間は経ってないと思うんだけど、セットリストとかね、演出とか衣装とかね、本当にこういろいろ大きく変わってて、ジュースジュースのね、歴史と、あとはね、今のグループの魅力がね、両方感じられる、本当に素晴らしい公演だったかなと思います。ということで今回はね、セットリスト、それからね、ステージセット、演出、といったところのね、感想なんかを、コメントしていこうかなと思います。まずはね、気になる、セットリストなんだけど、はい、こんな感じ。ちょっと自分のね、ブログを投影してるんだけど、こんな感じで、よいしょ。はい、じゃあ一個一個ちょっと読み上げていくと、プライドブライト、それからね、Next is You、プラトニックプラネット、ドリームロード、ファンキーフラッシング、ノクチルカ、ババブーン、ブラックバタフライをユニットでやって、そこからね、初めてを経験中をまたユニットでやって、で、合流してポッピンラブ、東京グライダー、生まれたてのベイビーラブ、明日野郎はバカ野郎、もうびっくり、一人で生きられそうって、それってね、褒めているの。なんかちょっと片言になっちゃったけど、選ばれし私たち、ステージ上がってみな、それからロマンスの途中、ワンダフルワールド、イニミニマニモアンコール、これもね、意外だったんだけどね、ボンボヤージュ、思いの奇跡ということでね、こんな、セットリストになってたんだけど、やっぱりね、こう出だしのところ、このプライドブライトからね、最新楽曲かつね、キラーチューンの、プラブラを持ってくるということでね、もうね、この時点で、夏ツアーまでのセットリストとね、大きく違うのが来るなっていうね、そんな感じでこうね、オタク的には身構えさせられた感じなんだけど、やっぱりね、歌い出しのダンバルルルさんからね、もうね、圧巻のね、こう、歌い続きの連続なんだけど、やっぱり、ね、今回注目だったのが、江端紀咲ちゃんのね、こう、歌声なんだけど、バッチバチに決まってて、本当にね、ビジュアルも含めて、すごくクオリティが高くなってるなと思いました。あとはね、やっぱりね、こう、見どころとしては、足がね、治って復帰した入江リサチがね、センターに立って踊る最後の大サビのところがあるんだけど、ここはね、ほんとやっぱり見れてよかったなと思いましたね。からのね、次の曲なんだけど、Next is You やるということで、イントロからね、オタクが、さわっとした感じがね、本当に、この曲やるんだみたいな。そこがね、本当にこうびっくりさせられたんだけど、やっぱりね、久々の楽曲で、やっぱりね、改めて聞くとやっぱりクオリティがかなり高いなと思わされましたね。やっぱり当時のツンクっていうのかな、なんかこう、ツンク節も聞いていて、すごくこういい楽曲だなと改めて思ったんだけど、この調子でちょっと一曲一曲コメントしてると、動画が3時間ぐらいになっちゃいそうなので、あとはね、個人的にちょっと盛り上がったポイントを一個一個コメントしていこうかなと、思います。はい、じゃあちょっとね、見どころを投影してるんだけど、もうね、語りたいことがいっぱいありすぎて、どっから語っていいやらっていう感じでね、結構こう思い浮かぶ、限りこう上げてみたんだけど、他にもいろいろあったんだけどね、ちょっとね、もうほんとありすぎて、ちょっと頭が追いつかないなっていうのがあるんだね。ちょっとみんなもね、こんなところ良かったよみたいなのをこう覚えてるところがあったらぜひコメントいただければなと思うんだけど、個人的にね、まず出だしなんだけど、もうね、ほんとこのジューストーリーのアルバムの千鳥格子の衣装がね、ほんとあまりにも良すぎるなと思っていて、もちろんね、上村あかりさんのティアラもそうだし、みんなのね、こうイヤリングとか、それからね、指輪の、なんかタコちゃんだったらタコの指輪とかね、いろいろもうね、小物も含めて、出来が良すぎるっていうのがあって、本当にね、こう、なんだろう、スタイリングも含めて、神だなと、個人的には思いました。ほんとこのね、衣装が素敵すぎるので、この衣装のね、アクスタとか写真とか、いっぱい欲しいなと、思ってね、ほんとね、ライブでも目に焼き付けようと思ってこう見てたんだけど、すごいいいなと思いました。まあね、やっぱり千鳥星ってのもエモいよね。あとはね、ファンキーフラッシンなんだけど、ダンバルルルさんがね、上村あかりさんにね、こう、チューみたいなことをしてるところがあって、
ここもね、本当にこう弾けるようなこう感情がね、見られて、すごくこう良かったなと。それから、ドリームロードなんだけど、ユニゾン中心の曲でね、結構こうジュースジュースだとすごく珍しいと思うんだけど、今のね、人数が多いメンバーで、こう、しかもね、こうみんなこう楽曲のこう、歌のね、声の立ち上がりがいいっていうのがあって、本当にね、このメンバーでやると、ロックオペラみたいなね、こうすごいこう、圧を感じて、これもね、めちゃくちゃ良かったなと思いました。なんかね、こう他の楽曲とはまた全然違うようなね、こう曲の、なんていうのかな、パワーっていうのかな、感じて、すごくいいなと思いました。あとはね、弾きでね、マーちゃん並みにこう音ハメしてる、松永里愛さん、もうね、楽曲のね、節々で、本当にこう、なんだろう、こう音楽に乗ってるっていうのがね、伝わってくるので、本当目で追っていて楽しいなと思いました。それからね、またそのリアイちゃんのことなんだけど、モニターに抜かれたタイミングでね、タコちゃんとこのね、リングをね、見せつけるところがあるんだけど、あったんだけど、ここもね、本当にこう、エモいなと思いました。タコリングと、蝶々のリングをね、それぞれ見せてるっていう感じだったんだけど、一瞬なんでね、ちょっとちゃんと見れなかったんだけど、本当にね、こう、なんだろう、キャプチャーできるならキャプチャーしたいなっていうようなね、本当素敵な瞬間でした。あとはね、石山さくらさん、ウインクするところがある、ウインクしてくれたんだけど、ここがね、もうほんとね、もう素敵すぎて、会場のオタク、半分ぐらいなくなっちゃったんじゃないかなっていうぐらいね、本当に素敵でした。それから、ブラックバタフライね、めちゃくちゃ久しぶりの披露ということで、大人な今回は大人5人編成ということで、全員の披露ではなかったんだけど、新たにね、収録され直した楽曲ということで、ここもね、見どころの一つなんじゃないかなと思います。あとはね、個人的にめっちゃ嬉しかったのが、ノクチルカと東京グライダーのセトリ入りね。この楽曲、二つのね、こう、おしゃれな楽曲なんだけど、もうね、本当にこう、演奏も含めて好きすぎる曲なので、セトリ入りがすごい嬉しかったなと思いました。あとはね、また嬉しかった曲なんだけど、神楽曲、個人的にね、もう多幸感がめちゃくちゃあって、神楽曲だと思ってるのが、ポッピンラブとね、生まれたてのベイビーラブ。この二つのセトリ入りがね、マジで嬉しかったですね。ヘルツォの時も、ほんとポッピンラブすごい素敵、すごい好きだったし、生まれたてのベイビーラブ自体はね、ほんと楽曲としてのクオリティもね、本当に素晴らしいし、あとタコちゃんのね、本当にこう、なんだろう、ビッグベイビーなねなんて表現していいのかわからないんだけど、エモーショナルなね、歌声っていうのもね、本当にこう、良かったなと思います。あとはね、リアイちゃんの煽りからの、明日やろうはバカ野郎。これもね、ロック調の楽曲で、個人的にすっごいね、こう、今のジュースにハマってるなと思いました。なんかね、こう、ロック調の歌がね、こう、合ってるようなメンバーが多いなっていう印象ですね。あとはね、煽りで言うと、石山さくらちゃんもね、やっぱり今回も煽ってたんだけど、ここもね、本当にこう盛り上がっていて、なんかね、煽り担当みたいな、もう言っていいんじゃないかなっていうぐらい、本当に煽りが上手くなってるなと思いました。あとはね、ステージ上がってみな。井上玲さんのボイパなんだけど、本当にね、低音がね、もう会場に響き渡っていて、マジでかっこいいなという印象でしたね。それからね、オケについてなんだけど、やっぱり、ね、ちゃんとね、こう、歌声と合わさってたんで、一つ一つね、こう、詳しくはね、ちょっとね、なかなかわからなかったんだけど、まずね、確実にこう違うなと思ったのが、ロマンスの途中でね、イントロ流れた時に、新音源になってて、結構変わってるっていうので、最初ね、あれこれ新曲いや、でもなんかロマンスっぽい音色だなとか思ってたら、まさかのロマンスの途中が始まるっていうね。やっぱりね、こう、今回の見どころで言うと、オケも含めてね、収録されてる曲があるんじゃないかっていうところで、結構ね、凝ったアルバムになってるんじゃないかなと思います。なんで、ここはね、本当にこう、早くアルバム聴きたいなと思わされたんだけど、ここもね、今回の、見どころなんじゃないかなと思います。それからね、MC でも言ってたんだけど、サクリンゴがね、ミップルの赤色とね、あと羽の子モチーフのこうキラキラをね、つけて、これはね、内山さくらちゃんの提案らしいんだけど、これをつけていて、こう、ミップルの分もね、気持ちもね、引き継いでやってますよ、ということでね、ここがすごいこう、なんだろうな、チーム一丸となってる、またね、こう、愛も感じて、すごくこう、いいなと思った場面でした。あとはね、アンコールなんだけど、全員がね、デビュー曲の衣装を着ているっていうので、これね、最初、こう登場した時に、みんなこうバラバラの衣装だったから、これ何ってこう一瞬思ったんだけど、まさかのね、
デビュー曲の衣装を着てくるっていうね、このね、エモい演出が、本当にこう、オタクもね、なんかこう、エモすぎて、なんて言うんだろう。もうここら辺からね、エモさの嵐で、イニミニマニもやってるところもまあエモかったんだけど、もうね、なんだろう、泣いてる人とかいたんじゃないかなっていう感じですね。自分もすごく感動しました。で、あとは、やっぱりね、新曲なんだけど、ボンボヤージュね、思いの奇跡ということでね、こう、紡いだ歴史をね、表すような歌詞になってるんだけど、この歌詞がね、現れる、こう、映像演出と、あとはね、なんといってもこう、有沢いちかちゃんのね、バイオリンが披露されるということで、この楽曲もね、本当にもう素晴らしいなと思いました。ということでね、もうね、今ちょっと簡単にこう見どころを上げていくだけで、本当にね、こういろいろ盛りだくさんのライブでね、ほとんどね、休みなくこうぶっ通しでライブしてくれたので、メンバーの体力がね、もう心配なぐらいなんだけど、本当に最後までね、全力でパフォーマンスしてくれたなと思いました。やっぱりね、こう、10ストーリー版のね、アレンジに関しても、こうアップデーテッドとね、また違って、こう、極端に EDM に寄せるみたいな感じではなくて、結構こう、原曲のね、音色を引き継ぎつつも、アレンジしてるっていうような感じのね、構成になっていて、本当にこう、アルバム聴くのが楽しみだなと、個人的には思いました。はい。じゃあね、見どころは、そんなところで、あとはね、川口リリアっていうね、会場なんだけど、駅から近いっていうのが本当にいいよね。まずね、そこが、あって、ジュースファンがすごい、こう、いっぱいいたような印象なんだけど、普段はね、こう、オーケストラとかの公演をしている会場ということでね、音響も良かったし、あとはね、ステージもね、やっぱりこう、高くて、めちゃくちゃ見やすかったなと思いました。あと、客層についてはね、若い女性4と子さんっぽい男性がね、5、6割っていう感じかなと思いました。前回の立川もそうなんだけど、結構ね、こう新規っぽいね、若い女性が増えてるように見えるんだけど、一方でね、初日っていうこともあってなのか、昔からのね、ハロプロの現場に通ってるっぽいね、濃いめのオタクもいたりして、結構ね、面白い客層だなと思いました。自分はね、いつもぼっち参戦なんで、こうなんかおたともとね、話してる人とか見ると、いや、コミュ力すごいなと本当に思うんだけど、やっぱりグループのね、歴史がこう長くなるに従って、新参とね、古参がこう混ざり合うというような客層になってくるということだと思うので、セットリストをね、組む側も大変だなーなんてことをね、こう思ったりもしたんだけど、まあね、そんなね、こうそれぞれのファンも満足できるようなセットリストだったんじゃないかなと思いました。あとね、グッズ列なんだけど、自分はね、こう早めに出かけたんだけど、ちょっと道中でね、モンハンナウ最近ハマってて、ディアブロスのイベントやってたりしたので、ちょっとね、やってたら、数本電車、こう夢中になりすぎてね、電車逃しちゃって、めっちゃ早めに行くつもりだったのに、結構ね、こう開演の40分前ぐらいになっちゃって。でね、40分前ぐらいになると、もうね、すでにね、グッズ販売所にね、長蛇の列ができちゃっていて、もうね、並ぶと開演に間に合わないぐらいの感じになっちゃってたので、公演前のグッズ購入、本当はね、T シャツとか買おうと思ってたんだけど、諦めました。T シャツなんてね、もう着いた時にすでに売り切れてたっていうのもあって、もっとたくさん用意しといてくれよと思ったりもしたんだけど、まあね、持ってくの大変だしなとか思いつつ、まあ、それだけこう盛況だってことで、まあいいのかなと思ったんだけどね、本当にね、この T シャツ結構デザインもいいので、ビッグシルエット T シャツっていうことでね、ボトルツヤツヤ T 個人的にこう愛用してるんだけど、今回のグッズもね、こうバンド T シャツみたいなこうシンプルめなデザインですごくいい感じだなと思いました。まあね、自分はね、このグッズ T シャツ着れなかったので、今回はね、衣装にちなんでね、一人格子柄の T シャツを用意して参戦してみたんだけど、結構ね、フォーマルな感じになるので、結構コーデがかなり難しいなと思いました。まあね、それがね、こう似合うメンバーもすごいなと思ったんだけど、自分はね、ほんとシャツだけだと、なんかサラリーマンみたいになっちゃうから、アルバート・サーストンっていうところのね、サスペンダーが持ってたので、それとちょっと組み合わせたりして、こう着てみたりしたんだけど、なかなかちょっとこう、組み合わせが難しい、服だなと、思ったんだけど、まあ、せっかくなんでね、千鳥格子着て参戦してみるのもいいんじゃないかなと思いました。はい。あとね、このライブの見どころなんだけど、ステージセットのね、照明演出がやっぱり見どころかなと思いました。やっぱりね、まずオープニング映像から、それぞれのメンバーのね、
加入日付と名前がこう表示される映像で、メンバーの顔とかがね、出るわけじゃないんだけど、もうそれだけでね、なんかこう演出がこうエモくて、結構感動しちゃいましたね。なんかこういうこう演出もいいなと、思いました。で、あとはね、やっぱり今回コロナ明けでね、単独公演ということで、しばらくね、コロナ禍だとシティサーキット形式っていうので、ハロープロジェクトは、二つのね、複数のグループが同日同会場でね、それぞれ公演を行うっていうような形式だったんだけど、今回はね、グループ単独でね、セットが組まれるということで、大箱と比較してもね、今までこうシティサーキットだとちょっと小規模なこうセットだなとかね、演出だなとか思ってたんだけど、今回はね、ちゃんとこう、純吾さんだと思うんだけど、演出とセットがね、しっかりしていて、こう武道館などのね、大箱のように凝った映像演出になってたなと思いました。コロナショック明けてよかったなって、まだね、コロナになったりするメンバーもいるんだけど、演出としてはね、そんな感じになっていて、すごく良かったなと思いました。あとはね、ステージに関してなんだけど、こう両脇のね、後ろにね、こう X のマークが点灯しているんだけど、これがね、10周年の10ってことだと思うんだけど、そういうのとかね、あと映像の文字がこう、11人の色になってたりとか、10周年とかね、ジュースジュースっていうのをこう意味するようなね、衣装がたくさんこう散りばめられていて、すごくね、こう粋だなと思いました。まあね、MC の時、こう照明がね、話してるメンバーのメンバーカラーになってたり、あとね、アンコールの時の照明が、ジュースジュースの文字になってたりとかね、本当にね、こう粋だなって思うことが本当にいっぱいあって、なんかね、こう、ジュースジュースのライブで、こう、最近すごくこう、感じることなんだけど、チーム全体でね、グループに対する愛がすごく感じられるなと思いますね。ここら辺ほんとね、ファン心分かってるなと思って、瀬戸りもそうなんだけど、やっぱりね、こう、パブリックリレーションズとかね、あとこう、マーケティングの面で言うと、こう、気になるところってすごくいっぱい、あったりはするんだけど、クリエイティブ面はね、本当にこう、素晴らしい団体だなと、改めて感動させられました。で、あとね、やっぱり何度も言ってるんだけど、マジでね、衣装が良すぎる。本当にね、メンバー一人一人ね、こうスタイリング違うんだけど、ほんと細かいところまでこう、なんて言うんだろう、気が行き届いているスタイリングになっていて、リボンもそうだし、ピアスもそうだし、帽子とかね、本当にね、素晴らしいなと、思いました。なんかね、こう今、後ろにこう映ってる、画像ともね、また全然ちょっと違ったりしてね、こう本当にこう面白いなと思いましたね。こうすっごい凝ってて、そこもね、注目ポイントなんじゃないかなと思いますね。こう江端きさきちゃんなんてね、こう途中で衣装替えの時ポニーテールにしたりとか、アレンジ変えたりしてね、いや、本当にね、めっちゃ凝ってるんで、ぜひね、細かいところまで見てほしいなと思いました。あとね、今回のこう、初日の感想なんだけど、ミップルがね、休養していたということで、そこはね、すごく残念だったんだけど、やっぱりね、そうそう、2ちゃんでね、そうそう、もうね、一人めっちゃやばいやついて、そいつがね、めちゃめちゃ繰り返しこう、アンチの書き込みしてやばいんだけど、自分的にはね、本当にこう、なんだろう、今回、ミップルって新規こう参戦の楽曲も多くて、ライブに向けてね、マジでこう、なんていうんだろう、気持ちを込めて練習していたということでね、めっちゃ頑張ってたと思うので、体調崩しやすくなってたのかなっていうのがね、こう自分の推測なんだけど、やっぱりね、新曲の歌割りとかね、気になるところ本当にこうあったので、残念なところもあるんだけど、やっぱりね、前向きに捉えると、本当にね、初日でね、最高のパフォーマンスをこう見せた上で、さらにここからミップルが参戦するって、やばくねっていうのがね、個人的な感想で、本当今後のライブも楽しみだなと、改めて思いました。やっぱりね、そのメンバーのね、気持ちも引き継いでっていうので、さくらちが、赤いこうストーンつけてるっていうのも、本当にね、うまいなと思ったし、こうメンバーもね、すごくちゃんとこうミップルのことを考えているなと、個人的には思いましたね。はい、であとは、やっぱりこう、テルツォ以降ぐらいからのジュースジュースの歌声についてと、あとね、個人的に思ったこう今後のグループの課題について語っていこうかなと思うんだけど、本当にね、こうどんどんこうへんてこなね、個性が強いメンバーが増えていくことによってね、なんか本当にグループの多幸感が、やばいぐらいこう高まってるなというのはね、もちろんなんだけど、パフォーマンス面でもね、もう進化っていうよりはこう進化してるっていう言葉がこうふさわしいような状況になってるなと
思っていて、こうね、アイドルっていう意味でのこう表面上のね、テクニック的なこう上手い下手っていうのをこう語る人がすごく多いと思うんだけど、個人的にはね、やっぱりこう表現者として、こういかにね、感情を乗せるかとか、心を震わせるかとか、届けるかっていうのにね、こうメンバーがフォーカスしてきてるんじゃないかなと見えていて、そこがね、本当に魅力的なグループなんじゃないかなと、個人的には最近は思ってますね。あとはね、こう、それとはちょっと切り口が異なるんだけど、個人的にね、結構思ったのが、こう楽曲として、こう初期のつんく曲、やっぱりね、こうロマンスの途中とか、意地悪しないで抱きしめてよとか、めちゃくちゃいい曲いっぱいあるんだけど、あのあたりのね、曲をやってる時の、こう初期ジュースとか、オリジナルメンバーの感じから、またね、ちょっとね、こう歌声とかが、こう今のメンバーって、セカンドステージっていうのかな。なんかこう、一つ別の表現になってきてるなと、思ってるのがあって、こう特にね、こうテルツォ以降の楽曲やってる時の、グループのハマってる感が、めちゃくちゃすごいなと、思ってるんだけど、がね、最近そうそう、なんかこう、テルツォ以降の楽曲、もうね、本当にこう好きすぎて、テルツォ大好きマンになってるんだけど、自分も。そういう人も結構意外といるんじゃないかなと、思ってますね。なんかこう、もともとハロプロの全体のさ、オタクっていうと、ツンクの曲とかね、ファンク、ソウル、結構そういう楽曲が好きな人、まあ自分もね、そういうのすごく好きなんだけど、そことね、またちょっとね、一つこうステージ変わってきてるかなっていう、いうのが結構こう今の最近のこう自分の感想ですね。特にこう、井上レイさんとか、段原ルルさんの歌声ってこう結構ロック調の曲やった時にこうグッとハマる感じがあったりして、あとはね、有沢一華さんのこう、歌声の伸びやかさとかね、まあエモーショナルさっていうのもすごくいいし、個人的にね、江端紀咲さんとこう石山さくらさんの歌声なんだけど、最近結構こう独自の表現をこう身につけつつあるところにもね、結構注目してるところがあって、そこもね、すごくこう面白いなと思っていて、なんかね、こう声質で言うと、今のこうジュースってね、なんかこう、しっとり滑らかっていう今までのこうつんくのね、なんかこう、じとっていう感じの、メンバーよりは、どっちかっていうとね、こう発声の立ち上がりがこうカラッとしているようなこう、歌声の子が多くて、ここがね、結構ね、メンバーのこう歌声っていう意味で、モーニング娘。とね、大きくこう方向性が違って見えるポイントなんじゃないかなと思っていて、よく言えばね、同じハロプロでも、目指す音楽の表現の形っていうのが、だいぶ、まあね、だいぶ違うっていう、こう、風に感じていて、そういう意味では、こう、ファン層が、だんだんとね、被らなくなってるんじゃないかなっていうのが、自分の感想ですね。自分がね、まさにそうなんだけど、今後ね、この流れっていうのが、どんどんね、こう加速していく気がしてます。やっぱりね、ハロプロのこう箱推しっていうのが、少しずつね、グループ倒しになって分化していくようなね、こう流れをちょっと感じました。そういう意味ではね、こう既存のハロプロアイドルがね、全般が好きっていうようなね、ハロータとかね、アイドルオタク以外の、音楽好きな層とかね、あと海外のファンをね、いかにこう、新しく取り込んでいくかっていうのが、このジュースのね、今後の活動の鍵なんじゃないかなっていうのをね、思ったり、してますね。なんかね、こういうことを考えると、こうアップフロント全体で言えることなんだけど、現状はね、そうそう、課題って意味では、まだね、新規向けのこう施策面っていうところでは、結構課題があるんじゃないかなと思っていて、DVD マガジンとかね、ハローストリームとかライブっていうのも、海外からはどうしてもこうライブとかもね、アクセスできない状況なので、ここがね、こうどうしてもこう既存のファン以外にこう知られる機会が少ないのがもったいないなと、思いますね。やっぱりこういう話をしてると、サブスク、解禁するかしないかっていうところにどうしても行き着いちゃうんだけど、海外のファンに関してはね、サブスクがないと、楽曲がこう存在してないと同義みたいな状態に最近はなってきてるので、そういうところを考えるとね、なかなかこう海外リーチっていうところでは、厳しいなと、いうのがね、最近の感想で、結構 YouTube の動画のコメントとか見てもね、昔の動画とか見てると、かなりこう、英語圏の人のコメントがある一方で、やっぱり最近はね、ハロプロ全体で英語圏のコメントってすごく少なくなってるんだけど、原因としてはね、やっぱりそういうこうサブスクとかね、海外リーチの問題が
あるんじゃないかなと、思ってますね。知ればね、絶対好きになるという人はね、自分の好みとかも結構海外の人に近いところがあるので、好きになる人はたくさんいると思うので、キーワード面とかにね、やっぱり課題があるんじゃないかなと、思ったり、してますね。なんか個人的になんだけど、アイドルっていう枠自体のね、バリューがね、国際的にはかなり落ちてるっていうのがあって、残念なことなんだけどね。このね、このアイドルっていう枠自体で、海外ファンが取れなくなってきてるっていうこととか、あとはね、ジュースが言えることなんだけど、アイドルオタクっていう層に向けた音楽じゃなくなってきてるかなっていうのがあって、こういうのもあってね、リトグリみたいにガールズボーカルグループみたいなね、枠でうまくキーワード選定できたりとか、ファンが新しく獲得できたりするといいのかもなっていうのが、個人的な、なんか意見っていうのかな。なんだけど、一方でね、アイドルっぽい楽曲やってるジュースもめっちゃ好きなので、曲もめっちゃ良かったしね。そういうのもあって、すごく現状難しいなと、そこはちょっと思ったところかなと思いました。なんでね、このグループの魅力がもっと知られるために、何が必要なのかなっていうのは、ちょっとね、今後も考えていきたいなと思うところなんだけど、自分のね、今のコメントで言うと、ここら辺に課題があるんじゃないかなと、思いました。ちょっと事務所の人もね、そこら辺は取り込んでほしいなと思いつつね、ライブ全体の感想で言うと、自分はね、結構ストレイキッズとか、スマイフット2とかね、他の男性アイドルグループとかも応援してたりするので、そういう他のグループのね、ツアー頻度とかと比較すると、もう年一でね、そういうところだとね、年一で、ツアー2、3days とかね、そんなもんなので、こういうグループと比較するとね、ハロプロってマジでだいぶやりまくってるので、毎ツアー参戦することを考えると、オタクはね、経済的には結構大変なんじゃないかなと、思ったりもするんだけど、そういう参戦のね、毎回参戦する難易度は高いと思いつつ、こうやってね、頻繁にライブしてくれることで、毎シーズン楽しませてもらえるっていうのは本当幸せなことだなと、改めて思います。でね、しかもね、ジュースなんだけど、最近ね、チーム全体がチャレンジング感じなので、ツアーもね、ツアーごとにいろいろ変化とか、進化を見せてくれるっていうのがあって、本当に毎回楽しませてもらってます。なんでね、参戦予定がなくても、急遽チケットを取っていきたくなるようなグループになってるなと思うので、本当にね、まだね、チケット取れる公演もあるので、ぜひね、まだ行ってない人、もう行っててまた行きたいなっていう人もだけど、ぜひチケットを取って行ってみてほしいなと、改めて思いました。いや、本当に、今はね、マジで全盛期来てるんじゃないかなって思うので、本当に見てほしいなと、改めて、この魅力を伝えたいなということで、ちょっと動画にしてみました。はい、じゃあ今日はそんなところで、本当に余韻も残ってるので、またね、ちょっとね、ジュースの、曲なんか聴いたりしながら、次の、来週、またね、平安神宮もちょっと遠征することにしたので、またお金めっちゃかかっちゃうんだけど、楽しんでこようかなと思います。ちょっといい、旅館も取ってみたので、そこら辺も今度ね、またレポしようかなと思うので、もしよければね、チャンネル登録、高評価の方もお願いします。今日はこんなところで。バイビー。